逆地蔵。これは20年ほど前、私がまだ小学生だった頃の話です。当時私は、人口が3000人もいない村に住んでいました。自然が豊かなその村では、大きな商業施設こそありませんでしたが、両親がよく川へ釣りに連れて行ってくれたり、山でキャンプをしたり、毎日がとても充実していました。その後大学進学のために上京しましたが、今でも私は実家のあるその村が大好きです。ただ、当時私には一つだけ、気がかりなことがありました。それは、私の通学路に立っているお地蔵さんのことです。皆さんも、道端にお地蔵さんが立っているところを見たことがあるかと思います。花が備えられていたり、苔むしていたりしますが、基本的には道側を向いているものばかりですよね。しかし、そのお地蔵さんは普通のお地蔵さんと違い、道側とは逆の方向、薄暗い林の方を向いていたのです。それがどうも私には不気味に思え、その逆地蔵の前を通るときには、できるだけそっちの方を見ないように通学しておりました。ある日、私はなんでお地蔵さんが道端に立っているのか不思議に思い、母に聞いたことがありました。お地蔵さんはね、悪いものが入ってこないように守るために置かれているのよ。悪いものとは何なのかが気になりましたが、なんとなく怖くなって、それ以上聞くのをやめてしまいました。ほら、新しい自転車だよ。私はそれまで補助輪付きの、小さな自転車に乗っていたのですが、学年が上がると同時に、両親が新しい自転車を買ってくれたのです。それが私にはとても嬉しくて、どこへでも行けるような気がして、普段行かない場所でも探索をするようになっていました。その時の私はまるで、RPG の主人公のような気持ちで、帰る道がわからなくなるかもしれないという恐怖も感じず、いろんな場所を巡っていました。そして、その日もいつものように自転車でいつも行かない場所を探索していると、私の家の近くにある逆地蔵と同じように、道側と逆側を向いているお地蔵さんを見つけました。ちょうどそこは丘のふもとのような場所で、そこから小さく私の家も見えました。どうやらそのお地蔵さんは、私の家の方角を向いているようです。少し不気味に感じながらも、道沿いに自転車で漕いでいくとまた、逆地蔵が見つかりました。どうやら逆地蔵は一つの場所を取り囲むように、私の通学路にあるものも含め四方にあり、同じ場所を見つめているようでした。そのことがとても異様に感じられ、恐怖を抱いた私は、その場から逃げるように私の家へと帰りました。その日は、お風呂に入るのも夜眠るのも、とても怖かったことをよく覚えています。次の日、私は学校で昨日見た逆地蔵の話をしました。へえ、なんか面白そう。と A 君、何があるんかな？と B 君、お宝があったりして。と C ちゃん。そして、3人は、その場所を探索しよう、と言い始めました。私は当初の力ではなかったものの、何度か説得されたのと、好奇心には勝てずに、結局その場所まで案内をすることになりました。おお、ここか。確かに逆向いとるな。ほんとやねー。なんか怖い。地蔵がどこ向いてるのか確かめようや。私は怖くて一度は反対しましたが、結局はまた、好奇心には勝てずに、A 君についていき林の中を入っていきました。30分ほどだったでしょうか。しばらく林の中を歩いていくと、そこには小さな祠がありました。その小さな祠は古びていて、随分と苔むしていたのですが、その中に、丸くて野球ボールほどの綺麗な石の玉が飾ってあります。その時、A 君が突然、記念に持って帰ろう。と言い出しました。何の記念なのだろうと思い、
最初は冗談かと思っていたのですが、どうやら本気の様子です。B 君は我関せずといった感じでしたが、私と C ちゃんはそのことに反対をしていました。元に戻した方がいいって。持って帰るのは良くないんやない？私が反対していた理由は、当然、こういうものを勝手に取ってはいけないという思いがあったのですが、それよりももしかしたら、呪われてしまうのではないかという恐怖の気持ちからでした。しかし、A 君は私たちが反対しているのは意に介さずといった様子で、その玉を取ると笑いながら、今まで来た道を向き走り出しました。私たちはまるで鬼ごっこのように A 君を追いかけ走っていきます。その後も、戻した方がいいと A 君に何度も言いましたが、よっぽど気に入ったのか、結局 A 君は、その玉を家に持って帰ってしまいました。それから数日が経った頃のことです。A 君は、学校からの帰り道、車にひかれなくなってしまいました。私はそれを次の日に先生から聞かされた時、A 君は呪われてしまったのかもしれない、と不謹慎にも思ってしまいました。当然、A 君がその玉を持って帰ったことと何の関係もなく、偶然に事故が起きて A 君は亡くなってしまったのかもしれません。それでも私は20年も経った今でも、気になっていることがあります。その日以来、なぜか私の通学路にある逆地蔵が、私の家の方を向くようになったのです。空箱。昔馴染みの話。彼の親戚に、山奥の神社で宮司を務めている人がいる。そこの社では人形供養もしているという。あまり有名ではないのだが、それでも噂を伝え聞く者が絶えないようで、年を通じて供養依頼の荷が送られてくるのだそうだ。藁人形とかの類はないんですか？私がそう冗談めかして聞いたところ、宮司さんが答えるより早く、古馴染みが笑いながら答えた。いや時々あるみたいだけどね。そのほとんどが出し柄見たくなってて、何の力も感じられないっていうことらしいよ。横にいた宮司さんは、苦笑しながらこう付け加えてきた。藁人形じゃないけど、本当にこれはやばいって代物はあったな。薄汚れた箱が送られてきたんだけど、もう開ける前から嫌な気がプンとして。持ち上げたら、中でカタリと音がしたんで、心を決めて中を改めたんだけど。何が入ってたんですか？空っぽだったんだ。間違いなく取り上げた時には、中に何か収まっていたのに。でも、とんでもなく嫌な感じがしたよ。触れた瞬間、全身に鳥肌が立ったからね。仕方ないから箱だけ供養してみたけど。さて、効果はあったのやら。宮司さんは、そう言って肩をすくめた。逃げるな。私の実家は代々神主の家系ということもあり、本家の屋敷も旧館と新館と分かれており、古く広かった。中でも旧館の2階の大広間はかなり広く、古い本や細具や家具などが乱雑に置かれ物置のような状態だった。当時小学生だった私は2つ年下の弟と、その物置部屋を探検したり、宝探しと称しガラクタ漁りなどをして遊んでいました。ある日、いつも通り弟と宝探しをしていた時、異様な気配を感じ、物置の奥の部屋隅に目を向けると、白い着物を着た女がこちらを凝視しながら何かつぶやいている。異様なものを見たはずでしたが、なぜか恐怖心はあまり感じなく、それよりも先になぜか悲しいと感じ、その女に声をかけようとしたその時、後ろから思いっきり頭を何かで殴られた。気がつくと弟が私の体を引っ張って、
部屋から引きずり出していました。後から弟に聞いたのですが、ガラクタ漁りをしている最中、急に部屋の隅を凝視し始め、逃げるな、と、上事のように繰り返し呟いていたらしく、弟も不審に思ったのか、兄ちゃん、と、声をかけた瞬間、急に金切り声を上げ、床に落ちてた雑誌を破り、狂ったように口の中に詰め込み始めたそうで、止めるために頭を棚の引き出しで殴ったそうです。そんなこともありしばらく旧館の2階にはあまり近寄らなかったのだが、私が中学生の時に2階の大掃除をすることになり、私もそれを手伝うことになった。そして物置部屋のガラクタをすべて処分した際、両親と祖母が何やら浮かない顔をして、一つの衣装箱を開けている。気になって、それは何なのか聞いてみたところ、昔、物置部屋では結婚式を行っていたらしく、その際に使われた衣装が入っているそうで、基本的に花嫁が持ち帰るのだが、特殊な理由で結婚式が行われなかった人の衣装は、神社側が保管していることがあったらしく、その時のものであったそうです。私もそれを聞いて気になり、少し見せてもらったのだが、まさに小学生の時に見た女が着ていた着物にそっくりでした。詳しく聞いたところ、結婚式前に婿がいなくなった方のものらしい。思い入れのあるものには業が宿ると言いますが、かなり答えた体験でした。準備運動。ついさっき街中で、準備運動してるおっさんの霊を見た。これから誰かに取り付くために気合を入れてたのか知らんが、随分と張り切ってる風だった。やたら勢いのいい屈伸、上体ひねり、そして前屈に差し掛かったその時。勢いがつきすぎたおっさんは、前屈しながら前につんのめった。心の中で吹いた。慌てて起き上がるおっさん。ちょっとうろたえてるようだった。その姿にまた吹いてしまった。さすがのおっさんもこちらに気づいて、目があった。おっさん。ははは。俺。プフ。奇妙な間の後。おっさんはなぜ解釈しながら消えてった。